こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回はソードアートオンラインに登場するダークリパルサーを作ってみました。それでは早速作り方に行ってみましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形用のボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。ボード材料はダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を組み立てます。刃の端を型紙を使ってマーキングしていきます。マーキングを参考にカッターナイフで斜めに切り落としていきます。この斜め切りのコツなんですけど、まずカッターナイフの刃をオルファーの特選黒刃というものに変えてください。切れ味が普通のものとは段違いですので、とても切りやすくなります。あとは慣れが大事ですので、切れ端などを使ってたっぷりと練習してみてください。中央に溝を作ります。後ほど棒を仕込むんですけど、そのための溝です。まずうっすらと切れ目を入れて、そこをこのようにカッターで切り抜いていきます。この作業も先ほど説明した特選黒刃に刃が変わってるととてもやりやすくておすすめです。細い園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ノコギリで程よい長さに切ります。ちなみに中身はグラスファイバーという素材が入っていてとても丈夫です。切った園芸用の棒を溝に接着します。そしてもう一枚の刃を同じように接着していきます。使っている接着剤は100均で買ってきた瞬間接着剤を使っています。つばのパーツを接着していきます。接着は瞬間接着剤も使うんですが、アルテコスプレー、こちら瞬間接着剤の硬化スプレーですね。それを併用して使っていきます。この硬化スプレーというのがあると、効果が非常に早くなって作業がとてもはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。ボンド G17 という接着剤でも手軽に接着することができます。ボンド G17 はホームセンターでも売ってますが、100均でも手に入るので手軽に入手できます。お好みの方法で接着していってください。つばのパーツの中央には穴が開いてますので、そこに刃の棒部分を通して接着剤で接着します。装飾パーツを作っていきます。丸みを帯びたパーツなので、まずはカッターで角を落としていきます。そしてライターで軽く炙って表面をうっすらと溶かして滑らかにしていきます。先ほどのパーツのさらに上にくっつくパーツですね。これも同じように角を落としています。そしてライターで炙って溶かしています。これまで加工してきた2つのパーツを接着し、本体の方へと接着します。ライターで炙って本体へ貼り付けての繰り返しを行っていきます。動画では省略していますが、反対側の面にも同じようにパーツを接着しております。グルーガンを盛り付けて丸いパーツを作ります。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。100均やホームセンターで買えます。ここからは塚を組み立てます。3枚のパーツを接着します。真ん中の層のパーツのくぼみ部分に園芸用の棒が入る感じです。端を斜めに切っていきます。こういった場合も特選黒刃を使っていると切りやすくて楽です。ハンダゴテで模様を彫ります。ハンダゴテは先端がとても厚くなる道具です。ホームセンターや100均で買えます。パーツを順次貼り付けていきます。ちなみにこの塚の部分は塗装した後に本体へ接着する予定です。グルーガンを軽く盛り付けて丸い形に仕上げます。これにて組み立て完了です。次は塗装となります。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形用の塗装下地です。
これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソや水で少し薄めた木工用ボンドでも代用できますので、手に入らないという方はそういうものを代わりに塗ってみてください。造形ベースが乾いたらラッカースプレーでベースカラーを塗装します。まずは灰色を塗って、その後白を塗ります。直接白を塗ると色が弱くてなかなか乗らないので、こういう順番でやってます。ラッカースプレーはホームセンターで400円ぐらいで買ってきた商品を使ってます。色を塗り分けるために刃の端にマスキングテープを貼ります。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売っている商品となります。マスキングができたのでエアブラシで塗装します。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。おもちゃ屋さんの模型売り場に売っている商品となります。そして再びマスキングです。マスキングはとても時間がかかるので気長に作業してみてください。再び塗装です。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。塚を塗装します。塚もマスキングが大変で、今回は合計で2、3時間はマスキング作業に費やしてます。マスキングが大変だという方は、筆で塗ってしまえばマスキングいらないので楽かなと思います。塗装が終わったので塚を接着します。これにて完成です。全長は100センチ、重量は 120g となっております。非常に取り回しも良いかなと思います。中に非常に丈夫な園芸用の棒を入れましたので、そう簡単に折れたりするようなことはありません。気軽に振って楽しんだりすることもできるかと思います。鞘を組み立てます。パーツの端と端を接着して筒状にしていきます。こういう作業の時はアルテコスプレーがあるととてもやりやすくなります。鞘も作ろうという方はぜひアルテコスプレー使ってみてください。引き続き残りのパーツを順次接着していきます。鞘の端の方は少し広がってますので、このように別パーツとなっております。グルーガンを盛り付けてリベットを作ります。リング状の金具を装着します。最終的にこのリング状の金具に釣り糸を通して背負う形になります。組み立て完了です。次は塗装です。剣と同じ手順で塗装します。造形ベースを塗ってラッカースプレーを塗ります。端の銀色の部分は趣向を変えて筆で塗っています。塗り方ですが、塗料を筆に取った後、いらない布などで塗料をある程度こそぎ取ってかすれるような状態で塗りつけていくと、ベースとなっている黒が残っていい色合いになります。ベルトの部分を作ります。帯状に切り出した COS ボードと合皮をボンド G17 かボンド G10 で接着します。大量に使うので動画ではホームセンターで買ってきた缶入りのボンド G10 を使って接着しています。上下に白いラインが入っているので、それを再現するために白い合皮を切ったものを上下に瞬間接着剤でこのように貼り付けていきます。鞘本体へベルトを接着します。リング状の金具に釣り糸を結びます。その釣り糸のもう一方側はフックを結びます。このフックを引っ掛けて装着するような形になります。というわけでこれにて完成です。鞘の全長は80センチ、重量は 100g となります。一通り作るのにかかった時間は16時間、材料費は2000円となります。サイトに型紙データやより詳しい作り方などを載せてます。そちらもぜひ参考にしてみてください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。その他何か質問があればコメントで気軽にお願いします。SAO の動画は他にもあるのでぜひ見ていってください。こちらはエリュシデータですね。そして SAO アリシゼーションの夜空の剣と青バラの剣の動画もあります。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるのでぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter もやってます。
それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またねー。